カーテンの場合は、ドレープ、それからレース、この、足せるとこう重ねていけばいくほど可愛らしいので、それをちょっと覚えておいていただきたいなと思います。こんにちは。はい、今日もお願いします。よろしくお願いします。今日はね、ちょっとカーテンのことについてお話ししたいなと思っています。で以前にも撮っていただいたことはあるんですけど、ちょっと短いのだったし、今日はね、どうしてカーテンをお取り扱いするようになったかということをからお話ししたいなと思います。はい。でね、もともとブランドジュリエでは、既製品のベアトリスさんのね、今みたいにベロアとかじゃなくて、こう簡単な感じのカーテンってあったんですよ。だけど、特にね、その取り扱い商品の中で、カーテンっていうのは重要な位置を占めてるんじゃなくて、雑貨品の一部みたいな感じで取り扱ってたんですね。で、家具とか、それから、アシテの食器とか揃えていただいてね、それでお写真見せていただいたり、お客様のお家行かせていただいたりして、で、っていや残念だなって思うことがやっぱり何度かあったんですよ。それでやっぱりカーテンってお家を建てられる場合は住宅メーカーとこうちょっとタイアップして、でもささっと採寸に来てくれて、でこう提示されるので、これでいいかなみたいな感じで決められてる方多いのかなと思うんですよ。それで、マンションの場合はそのなんかどこかとタイアップっていうのはないんですけどね、こんな家具買いたいな、こんな可愛いお部屋にするからこういうの欲しいなとか皆さんね、イメージあるんですけど、いやカーテンまでは考えてらっしゃらないんですよ。でやっぱり面積広いし、でこれでいいかっていうふうに作ったものっていうのは可もなく不可もなくっていう感じでわあ残念だな、あんなに可愛くしてもらったのにって思うことが何度かあって、もうずいぶん前ですけどね、お客様がいやどうしてもお願いしたいからね、もうお任せするから作ってって言われて、それでその時も生地とかも仕入れてなかったので、私がパリに買い付けに行った時に生地メーカーに行って、でもそこでこう現品で買ってきて、もう本当にトランク1個持って行って買って、全部全然足りなかったから送ったんですよね結局。でそれで結構ね広いお家だったんですよ。でそこのお家のカーテン一式させてもらって、なんかもう本当にもう試行錯誤でやったんですけど、もともとね、私自分の家のカーテンは生地の問屋さんに行って買ってきて母に塗ってもらってたんですよ。すごい器用な人でね、だからもう歴代私のお部屋は母が塗ってくれてた。すごい。そうだから最初にほらギンガムチェックの下って言って、あれは自分で塗ったんですけど、なんか母がそうやって塗ってたから、なんかもう塗るのかなって思ってたんですよ。でもそこのお家はもうなんか5メーターぐらいの吹き抜けとかあって、で一部その時母のこうちょっと家庭用のミシンではね、縫えないものはカーテン屋さん探して、そこを取り付けてもらったり、それからこうちょっと細かいことを言いながらね、母に塗ってもらったんですよ。その時母が生きてたので、可愛いのできたんですよ。でそれからちょっと私もカーテンのことを気にするようになって、お客様がご相談来られた時、カーテンどうされるんですかっていうふうに聞いたら、やっぱりもういやもう決まってるのよっていうおっしゃる方がほとんどで、それでもうそういうふうにもう住宅メーカーが提示してくれた中でもう決めましたっていう方が多かったんですよ。それでサンプルいくつか作って、してたらご要望もあるかなと思ってやり始めたんです。そしたらね、ここのカーテンが可愛いから、もうカーテンから作るみたいな方とか、それから何ですか、ちょっとね古くなってきたから、今度こそ可愛いのにしたいけど、見つからなかったからここに来ましたとかっていうお客様が、来てくださるようになったんですよ。だんだんねそのカーテンにその占める割合、そのお店の中のそのボリュームも多くなってきて、で前後してね、ベアトリスさんもああいうベラアのカーテンね、今もねかかってるんですけど、そういう可愛らしいのを何種類か作られるようになってきたのでね、それと合わせてオーダーカーテンも本格的に、やるようになりました。で取り扱っている生地は全部フランスから買い付けてきて
生地ですか？そうですね。フランスと、あとポルトガルの生地もありますし、一部イタリアのもあります。でリトアニアのリネンとかリトアニアのもあります。それは買い付けの時に生地のサンプルを見て、はい、これカーテンにしたら可愛いかなとか。はいはいはい。だからこうたくさんかかってるでしょ、ハンガーがね。はい、あんな感じでこれ可愛いなと思うのをこうピックアップして、それでその中から何種類かはちょっとサンプル作ってとかっていう風にしてます。フレンチのカーテンってやっぱりちょっと日本のカーテンっていうのとはちょっと違いますか？違いますね。大きく違います。まあデザインもそうなんですけど、考え方が全く違うんですよね。で、日本のカーテンっていうのはこう窓のサイズに合わせて、もう1センチ刻みでもうミリ単位かな、もう床からもう1センチとか、もうピッシーと決まってるんですよ。それでこういう生地には倍幅にして、2倍幅にして、2タックでこういくんですけど、で、もうちょっとゴージャスにしたかったら3タックとかって言ってすごい決まってて、ピシーってなってるんですけど、もうベアトリスさんとかテーブルクロスでもいいしカーテンでもいいしみたいな感じでしょ。だからすごいラフなんですよ、考え方がね。で、一つね大きく違うのはやっぱりね、フランスの窓って可愛いんですよ。こう格子になってたりとかして、窓自体が可愛いから、なのでレースのカーテンなくても結構いけたりするんですね。なんかベアトリスさんのテーブルクロスのをそのままこうカーテンにするのってなんかレースってあんまりちょっと思い浮かばないんですよね。それでお客様にレースも欲しいですって言われた時はおすすめしてるんですけど、でもね、まあ日本の窓っていうのはこう横に長いんですよ、ダーって。だからそういうラフな考え方がしにくいっていうのかな。まあでもそのこうフィロソフィーというかね、そんなに堅苦しく考えなくてもいいんだって思ったら、なんかちょっと解き放されたような感じで、いろんなこう可愛らしい提案もできるのでね。で、なんかすごいいつもね言ってくれてるんですけど、長さがそうですね、長さがこう下にもたまるし、上も高いところからっていうのがそうで、窓にこう合わせて作っちゃったら、まあ面白くないでしょっていう考え方なんですよ。だからやっぱりカーテンっていうのはこう長い布じゃないですか。やっぱりせっかくだったら高くいいところにカーテンポールとかレールつけて、でこう高さを出すと。インテリアの中で、お部屋の高さを出すアイテムってあまりないんですよね。そうですね。で今日本の窓もね、結構高いところから新しいのをね、ところは切ってあるので、すごい天井近くから窓がある、マンションの中でもね、あるんですけど、ちょっとこうそうですね、数年前まで、に建ったところとか、あとタワーマンションとかはやっぱりそんなに窓を高く作ってないんです。やっぱり構造上の理由かなと思うんですけど、でそういう時はね、やっぱりちょっともう天井近くにしっかりこうカーテンポールとかレールつけて高さを出して床もくちゅっとすると、可愛いです。なんかこう日本のカーテンってそのギャザーのところにこうフックをこう引っ掛けてこう吊るすじゃないですか。でブランドジュリエさんのカーテン見てると上がオリボンだったりっていういろいろあるんですけど、フランスもそうやって上がオリボンだったりハトメだったりっていうような。そうですね。フランスのインテリアショップ行くでしょ。ザラホームとか大きいのあるんですよ。行くとだいたい上がリボンになってるかハトメかどっちかですよ。そうなんですね。カーテンレールっていうのがあんまりないかもわかんない。だからオリボンに上がなってたり、それから歯止めにもちろん歯止めカーテンはもうカーテンレールにはつけられないので、もうまずそれがこう選択肢としてなくなるんですけど、リボンの場合はもう工夫してカーテンレールでも可愛くなるようにテープつけたり、それからちょっとフックを取り付けたりして楽しんでもらえるようにはしてます。どうしてもね針とかがあってつけられないお家があるんですよ。でそういうところは高さを出すのはもうちょっと難しいんですけど、でもフランチのね可愛らしさっていうのを取り入れてもらうようにしてます。
これまでルームツアーとかでたくさんね、カーテンつけさせてもらってるので、お家行かせてもらってるんですけど、最近住宅メーカーなんかで建てられたお家っていうの細い窓がいくつも重なってるようなところあって、最近前々回に上がってる、私がちょっと出張して撮ってきた、撮らせていただいたお家。お家はそういう感じでちっちゃい窓が多かったんですよ。小さいというか細長い、幅が3、40センチぐらいで、丈が90とか1メーターぐらいの窓がいくつも連続してあるって。で、そういう時、カーテンって、どうしたらいいですかねってよくご相談をお伺いするんですけど、お部屋のシチュエーションによって違うんですけど、そちらのお宅は寝室のちょっと一番メインになる窓がそういう形状だったので、もう一つの窓として大きいカーテン作らせてもらいました。全然気がつかないと思いますよ。めちゃめちゃ可愛いから。そっちも見てください。はい。それで、あと、一人、キッチンにね、ちっちゃい窓がいくつかあって、幅が40センチぐらいで丈が1メーターぐらいの感じ。そのお家には、ダイニングの方ですかね、可愛いカーテンしていただいたので、それと同じ生地で、シェード。折り上げシェードみたいなのしてます。それもすごい可愛いでしょ。生地がね、しっかりしてたら、めちゃめちゃ、対比が可愛いので、こっちはちょっとこんな感じにして、で、シェードでキュッと締めるみたいな感じで、はい、してます。今そこの後ろにあるようなカーテンでシェードも作れるんですか？こちらで。全然いけます、いけます。シェードね、できないのはベロアができないんですよ。ベロアは、折り上げるときに引っかかっちゃって、だからベロア生地はもう断られますね。で、これでももちろんできるし、それから、キッチンにつけさせていただいたのはこれでね、作ってるので、これのお色違いで。はい、できます。可愛いでしょ。はい、裾のところが、こういう風になってるんですよ。これね。で、キュッキュッと折り上げていく。めちゃめちゃ可愛いです。はい。どっちかって言ったら、これは、ドレープよりも、そういう、一枚で使うのも可愛いので、はい。めちゃめちゃ可愛くなってるので。まず、カーテンを可愛くしたいなっていうふうに思われたら、テーブルのコーディネートもそうですし、それから、ソファーの上のコーディネートもそうなんですけど、やっぱり重ねていく可愛らしさってあるんですよ。このドレープのカーテンを、例えばこれにして、レースをどれにするか、薄いレースをどれにするかによって随分雰囲気変わってくるんですね。その合わせがね、可愛いから。で、最終は、このタッセル。このやっぱりカーテンの場合は、ドレープ、それからレース、タッセルと、重ねていけばいくほど可愛らしいので、それをちょっとね、覚えておいていただきたいなと思います。それでご予算っておいくらぐらいですかって時々聞くんですけど、お客様ね、やっぱ分かんないんですよ。いくらぐらいするかも分かんないから、いくらでとかって、すぐ、お答えて返ってこないんですけど、でも、ご自身の価値観ってあるじゃないですか。これぐらいだったら、ギリギリ出せるかなみたいな金額っていうのは一応はね作っといてもらった方がいいんですよ。それでね、ご予算が低いからといって、安物になるとか、そういうのはないです。っていうのはね、私はシルクのすごくこれとかものすごい高い生地なんですけど、これで同じような感じの安いのをしてくださいって言われたらちょっとそれできないんですよ。っていうのはもうシルク100、それからリネン100、コットン100っていう風に、もう天然の素材にこだわってるんですね。で、それはサンプルのこれぐらいので見た時はね、あんま分かんないんですよ。差がね、ポリエステルが入ってるものと 100% のもので。でもやっぱり面積が広いので、どうしてもやっぱかけるとなんとなく分かるんですよね。それはね、意識しなくても皆さん絶対分かってるはずなんですよ。なので生地のお値段って、素材選ぶともう本当にピンからキリまであるんですよ。なので一部はね化学繊維入ってるのも使ってるんですけど、それはもうしっかり糸から染めて、それでこの生地自体に無地のものでもね、やっぱり糸から染めてるものと生地にしてからバッと染めたものとは違うんですよ。糸で染めて織ってるものっていうのは深みがあるっていうかね、同じ色でもいろんなグラデーションに見えるんですよ。でし
かももう光が入るとこでしょ、だからもうごまかせないんですよね。でもやっぱカーテンってね、やっぱものすごいお部屋のインテリアに重要だし、それから本当に今これで現状満足みたいな方はもうもちろんそのお部屋をこう引き立たせるようなカーテンされたらより良くなるし、それからまたちょっと雰囲気変えたいなと思った時にすごくいいアイテムなんですよ。家具ってそんなポンポン買い替えられないでしょ、なんかなので、ちょっとカーテンとその布物でするだけをちょっとコーディネートするだけでね、めちゃめちゃ変わりますのでね。カーテン変えたいなっていう気分の他に、カーテンってこう耐用年数とかってあるんですか？いや、あると思います。それはね、やっぱり布なのでどうしてもやっぱ15年とかぐらい経ったら破れたりはしてないんですけど、やっぱりなんとなくちょっと変えたいなってなってくると思う15年使ったら次の雰囲気に変えてもらったらいいと思うんですけど、それってね、考えたら15年しか持たないんだ、もったいないなっていうふうにも考えれるし、あと15年経った時にどんな風ななんていうか家族構成になってて、もうライフスタイルも生活スタイルも変わってるじゃないですか。その時にこう対応できるんだなっていう風にこう能動的に考えていただいたらね、いいんじゃないかなっていう風に思います。オーダーカーテンってちょっとなんか敷居が高いような感じがするんですよ。既製品のカーテンポンって買うのはなんかあれなんですけど、緊張するというか、だいたいどんな流れであれされてるんですか？ブランドジュエリーでね、カーテンしたいなっていうふうに思われたら、オーダーの場合はもう本当に概算ですけど、これで作っていただいたらこれぐらいの金額になりますっていうのをまずお伝えしてます。で、大体以前に作っていただいてた生地だったらもう店頭に来ていただいてその場でね、窓のサイズ分かってたらこれぐらいですかねっていうお話するんですけど、でベアトリスさんの場合は既製品なんで、必ずお直ししないといけないんですよ。日本の窓と絶対形状が違うのでね、幅を出すとか丈を短くするとか、それのお値段も出てますから、もしあれだったら LINE から問い合わせていただいて、これぐらいの窓にだったらいくらぐらいかかりますかって、そしたらこの丈直ししたらいくらぐらいですよっていうような価格も出ますので、全然やっぱりちょっと予算オーバーでしたっていうふうにおっしゃって別にお断りいただいても大丈夫なんで、敷居そんな高くないです。それであとあれです、カーテンのハンガーってたくさんあるんですよ。それホームページに載ってないのもあるし、なのでもしよかったらね、そちらの貸し出しもしてますので、おっしゃっていただいて、でまずはね、ちょっと本当にご予算大体考えていただいて、最大出してもこれぐらいだなみたいなのってやっぱりあると思うんですよ。でそれっていうのはこれしか買えないとかじゃなくて、その時のシチュエーションで今はこの予算だなっていうのが絶対あるはずなんで、それを教えていただいたらその予算内でね、させていただきますし、概算だったら本当にその場でも答えられるのもありますのでね、お気軽にお問い合わせいただいたらなと思います。概算で一回大きく違ってたことがあったんで、そうそんな聞いてませんとか言われてごめんなさいって言って一回だけありますけど、大体狂わないと思いますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただいたらなと思います。はい、ありがとうございました。さよなら。お待ちしてます。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。